7期というわけで、皆さんそれぞれ任教道に励んでください。50回の幹部定例会は以上です。朱雀の頭、ちょっと待ってくださいや。あんた、若頭の地位にふんぞり返って猛録しおらせんか。この上スネ町に妖怪のヤクザ組織もののけ組が入ってきとるぐらい知っとろうが、このまま指くわえてわしらの茶碗に手突っ込まれとるのを見過ごすつもりか。なんじゃてめえこの野郎。簡単に叩き潰すっていやカッコもつくやろが。お上の締め付けが厳しいこの時期に喧嘩するなんざバカのやることじゃ。芋引いとる腰抜けがこの野郎とはなんやこの野郎。誰に口聞いとんじゃチンピラこの野郎。誰がチンピラじゃ。てめえはこの野郎の中のこの野郎やろがこの野郎。1回のセリフに3回もこの野郎って言うとかずるかろうがこの野郎この野郎この野郎。無理やりこの野郎入れるとか、昨日一緒に見たヤクザ映画にそんなシーンなかったろうが。ちゃんとせこの野郎。ちょっとそれっぽくなかったねこの野郎。うん、もう一回映画一緒に見るぞこの野郎。次の定例会の時はもっと頑張るねこの野郎。この野郎。でも確かにもののけ組は厄介ですね。私ら神は人間に信仰してもらうことで神通力がたまりますけど、妖怪はいたずらをして注目されることで揚力をためますからね。信仰してもらうよりいたずらで注目される方が簡単だからね。わしらが圧倒的に不利ってわけだ。はい。しかも妖怪のいたずらのせいで人間の間で私ら50回の神への信仰心もより薄らいできてるんです。なんで関係あるの？私ら前から神じゃなくて妖怪だと思われてたみたいです。嘘？はい。ですので妖怪がいたずらをするたびに私らもいたずらするもんだと勘違いされてるんです。でもわしだけは違うでしょ。ほら漫画の火の鳥とかすごい神々しく描かれてるし、妖怪だと思われてるのはお前らだけでわしは違うでしょ。火の鳥のモデルってあれ朱雀じゃなくて鳳凰じゃん。似たようなもんだから。わしだって神々しいと言って差し支えないだろ。似てるだけじゃん。パチモンだよパチモン。お前は火の鳥じゃなくて火の鳥だよ。誰が卑しい鳥だよ。そういうお前なんかただの虎じゃん。神なら燃えたり光ったりしろよ。うるせえな。俺だってその気になったら燃えたり光ったりできんだよこの野郎。誰にこの野郎やらいいよんじゃこのチンピラこの野郎。誰がチンピラじゃ。てめえはこの野郎の中のこの野郎やろうがこの野郎。1回のセリフに3回もこの野郎って言うとずるかろうがこの野郎この野郎この野郎。無理やりこの野郎を入れるとか、昨日一緒に見たヤクザ映画にそんなシーンなかったろうが。ちゃんとせえこの野郎。またそれっぽくなかったねこの野郎。もう一回映画一緒に見るぞこの野郎。次はもっと頑張るねこの野郎。この野郎。じゃあさ、このまま妖怪のヤクザもののけ組を野放しにしてたら、俺ら勝手にどんどん信仰されなくなって神通力減っていくってことじゃん。なんとかしたいけど、今戦争して警察沙汰になったらそれはそれで信仰されなくなるし。清流、50回一の頭脳派なんだから何かいい解決策ないの？解決策ですね。野放しにしても戦争をしても信仰されなくなるか。実に面白い。何も思いつきませんでした。そうだ、50回結成時からいる玄武のじいさんならこういうことも何度か乗り越えたんじゃないですか？この老いぼれの経験でよければ、あれは50回が結成されたばかりの頃、わしがまだ平役だった時のことじゃ。この上スネ町に妖怪のヤクザもののけ組が商売をしたいと入ってきたんじゃ。当時はわしらもまだまだ力がなく、正式な話し合いをしてキャバレーの出店を許しての、お互い均衡を保ちながら平和に共存しようとしていた矢先、もののけ組の店の門がわしら50階の島の店からナンバーワンのキャバ嬢を引き抜きよったんじゃ。そのキャバ嬢は大層なべっぴんさんでな、笑った時に覗く八重歯、髪をかき上げる仕草、グラスに口をつける時のあでやかさ、それでいて体はボンキュボンじゃ。いやー、ボンキュボンじゃったな。ちょっとじいさん、寝てる
もうなんだよ。朱雀も青龍も玄武もポンコツばっかりじゃねえかよ。いやわしは神々しいだろ。しくないよパチモン。それいたずらもしてねえのに妖怪と勘違いされるわ。でもビャックさんは実際にいたずらしてますよね。え？どけ！ピンポンダッシュ、壁に落書き、落とし穴、10円玉で車に傷をつける、靴を隠す、スカートめくり、黒板消し落とし、牛乳を飲んでる人を笑わせる。やってるじゃん！お前のせいでわしらが妖怪と思われてるじゃん。まあでもどれも可愛いもんじゃん。いやお前みたいなでかいのが可愛いいたずらする怖さよ。何黒板消し落としって、どこの黒板？お前のせいだお前のせい。朱雀さんもいたずらしてますよね、キャバクラで。ドキセクハラ発言をする、すぐ触ろうとする、使用の電話番号を聞こうとする、住所を聞こうとする、他のお客さんの嘘の噂話を流す、酔ったふりして会計を払わない。お前も夜の妖怪じゃん。夜はキャバクラで運動会じゃん。お前のせいだお前のせい。清流、そういうお主もネット上でいたずらしよるようじゃの。ドキネットニュースのコメ欄嵐、有名人の SNS への嵐リップなりすまし、自作自演、誤送信に気づいて削除されたコメントの魚拓を取って晒す。陰湿ドラゴン。私のことを陰湿って言うなら、白虎は稚拙、朱雀はわいせつじゃないですか。玄武のじいさんだってどうせ何かいたずらしてるんでしょう。わしはいたずらなんてしとらんよ。お主らのいたずらを人間にばらすことで、信仰心をわしに集中させる必要があるからの。悪質。会長！ほら、俺のいたずらなんて可愛いもんでしょ。こいつら破門にして立て直しましょう。何言ってんの？私のいたずらなんて匿名でやってるんだから。玄武のじいさんが言わなければバレなかったんですよ。わしがキャバクラでいろいろやったって言うけど、会長もキャバクラ好きでしょ？会長だって同じことしたことあるでしょ？全部やっとる。お主らが今言ったいたずら、わし全部やっとる。そうですよね。ネット上のも？会長、みんなでお散歩でも行きましょう。ちょうど今キリンが書き込んだ嵐コメントが大炎上中。それもまたラッキー7ラキ7ラキ。ご利益はあんだかねんだか知らねえが再戦。チャリンゴ縁だ左遷。こんなもんじゃ幸せになろうとしちゃって。軽々しく奇跡と呼びたくなるようなあの偶然も誰かの書いた絵だ。何のためやめろよやめたけりゃだって安い今日に俺ら命かけた。一プッシュ記録しろカメラ。情けない姿も全て収めな。やったやってないの水かけ論者。最後まで折れなかった方の勝ちだ。我らジャパニーズオリジナルエイジアン。癖になるぜ今を買い得た奥さん。安心安全の国産プラン。欲張るのまだあるよたくさん。枕のラスなタフじゃなきゃな。今はの気はまだ笑わしたるわ。せいぜい100やつ程度のボーナス全て満たしてやるぜ遊ぼう。ラッキーボーイラッキーガール間違えても気にすんな。恥かくのだ